もちろん鉄板召し上がりははい。はい。あとこれ鰹節とかの魚粉でないんですよ。メインはマグロなんですよ。マグロの鰹節。マグロ節なんですよ。マグロ。マグロがメインでちょっと作ってある魚粉で鹿児島から入れてます。今キャベツは嬬恋です。嬬恋さん、はい、群馬県のホームページとかでも結構キャベツを探され、いいキャベツを選ばれてるみたいな。あ、そうですね。拝見しました。一年中。実は天かすもちょっとこだわってます。天かすもありがとうございます。はい。すいません。美味しいですね。なんかこういうお菓子売ってますよ。美味しいです。そうですね。ビールのあてになる。はい。その天かすだけで結構いけるという。あと、はい、実は塩もこだわってるんです。これ博多の焼き塩なんです。博多の焼き塩。はい。有名な。普通の博多の塩じゃなくって、あ、違うんですね。博多の塩の中でも一回大きな釜で焼いてあるんですよ、この塩。ですから普通の塩と比べたらきめは細かいんですよ。で、とってもマイルドです。こういう塩だ。これ広島県産の豚です。もう油臭くないんで。すみません。召し上がってみてください。もみじ豚ではないんですが、広島県産豚使ってます。広島県。匂いを嗅いでみてもらったら、はい、こっちが玉島の塩です。はい、でこっちが先ほどの焼き塩です。博多の塩。舐めてもらったらすぐ分かります。全然違いますね。はい。値段も違います。そうですね。なんていうコクというか。もう豚肉は確実に違いますね、味がね。これでお好みが全く変わってくるんで、やっぱり豚肉がここにあることによって、実は豚の肉って一挙に250度に上がっていくんですが、はい、ばらつきがないんですよ。融点は牛肉も一緒なんですけど、はい、豚肉は油がこう温度がまばらにならないんですよ。一律で230度とか240度になるんです。一気に焼ける。一挙に全面が240度です。牛肉なんかは230もある、210もある、200もあるみたいな上がり方をするんですけど、だから豚肉がお好みにとってとってもいいんですね。はい、だからこうして一挙にこの豚肉の熱も含めて蒸していくっていう。だからちょっと輸入の肉なんかでもちょっと匂いがきついのがあるんですね。はい、よくそういうの食べてます臭いですよね。そうなんですよね。鉄板の上に乗せると匂いがするんで、はい、その辺のところがやっぱりお好みを味を変えるかどうかっていう大きな要素になりますから。比較的そういう豚が多いですよね。そうですね。まあ値段がだいぶ違うんで。
確かに広島お好み焼き B 級グルメではあるんですが、ただその B 級グルメの中に B クラスの肉とか使っちゃうと B じゃなくなりますから、だから実際にはまあちょっといろいろこだわって素材は使ってはいますけど、じゃあそれが果たして総合的にどれだけ役割を果たしてるかっていうと、まあなかなかいやいやいや、ね、まとまって食べたら全部美味しいわけです。そうですよね。まあそれを信じていろいろと一つ一つの素材にこだわってらっしゃるってことですよね。そうですね。まあそれの積み重ねだと思ってますから、はい。まあもやしも沼田の田中もやしさんから直接入れてるんで、うちは真空パックせずに入れてもらってるんですよ。ああ、もうその出荷そうそうそう。もやしでできたその状態をこう持ってきてもらうんで、真空パックされてないんですよね。だからまあもやしがきれい。まああとは定番になりましたけど、はい、もう茹で麺はほとんど今使ってるところ多くなりましたからね。ただこのケチャップがだんだん減ってます。ケチャップはあんまり見ないですね。はい、本当に減りましたね。結局この絡ませられないんですよ。これが難しい難しいんですね。だから私どものお好みの中でもこのそばの部分が一番やっぱり難易度が高いですね。イタリアンになってなるほど。そうなんですよ。味がスパゲッティになるんで。ちなみにこれをお好みは全く関係なしで召し上がってるってことです。これだけで食べれるそばでないとダメなんですよ。普通これだけで食べれないからすごい贅沢ですよ。ほのかに甘みと。ほのかに甘い。ナポリタンじゃない。そうなんです要はケチャップの味がしないっていうのが基本なんで、まあ、あとは、まあ、ご存知かと思うんですが、ほとんどのお好み焼き屋さんがこう回してるんですが、熱の加減で実はこれ半分ずつ回ってるんですよ、何気に。これで今半分回ってます。この辺から練習の時見てよ。ずっと半分ずつ回るんで、あとは抑えてるお好み焼き屋さんっていうのは、多人鍋と一緒なんで、ちょうどこう真ん中に味がこう上がってきてますよね。それを均等に外に広げてやってるんですね。それを蒸れを感じながら手で押さえてるっていう、この辺もちょっと味が変わる大きな要素ですね。キャベツの水分を出してるじゃないんですよ。じゃないんですね。キャベツの水分を出してるってことはキャベツの旨味も出しちゃうんで、奥が難しいですね。だからキャベツの旨味を真ん中に集まったやつを均等に広げてやって、でここで止めてるんですよ。ここへ出たところで全部出し切らずに。ただまあ若干外に出たの鉄板が熱いですから、まあ蒸発するのもありますけど、ただ闇雲に抑えたんだったら旨味からなんかみんな飛んできますからね。卵は向原農園の卵です。向原農園、向原農園、でこちらはハーフソースのこの甘口のソースです。で
まあ定番の海苔ですね。で実は今ソースが3種類に増えてまして、そちらの黄色が今かかってる甘口で、はい。赤いのがハープソースで非売品ですね。辛口です。はい。あ、聞きました。これおたふくで作ったみたいな。そうですね。ソースって温まると味が変わるのをご存知でした？教えてください。じゃあ、まあ、鉄板はほとんど広島の方こうかけますよね。はい。でもここへかける人がいらっしゃいますよね。あ皿の上にはい。これとちょっと今から検証しますから。甘みが変わる。そうなんです。酸味が飛んで酸味が飛ぶんです。旨味がバーッと出てくるんです。じゃあちょっとこれ舐めてもらったら一番わかります。ありがとうございます。酸味が全然違います。でこっち側が普通にだからここへかける方が美味しくなるんですね。はいはいはい。でまあ私もほとんどこの鉄板の上に置いてるのもそのせいです。あったかいですか？あったかいんです。このほのかに温まってる。煮詰まるとね逆に辛くなるんですよ。ああ。じゃあ少しあったかい。少しあったかい。それがまあこっちにかけていただく、まあ、一番美味しくなるソース。でよくお客さんここでかけたりすると、まあ、味が変わってるってことですか？ソース自体はねこっちの方が美味しいっていう。わかりました。ありがとうございます。どうぞ。すいません、ありがとうございます。いい。甘くて美味しいです。今妻恋のキャベツがだいたい糖度が9ぐらいじゃないかと思うんですよね。もう食べた感じで今日はどのぐらいみたいなのがあるんですか9ですね。 9ですか。9からまあ10までいかないけど、それが12月の終わりから1月に入れるキャベツが半玉ってあるんですけど、11から12になります。やっぱ冬のが美味しいんですか。特に江田島のキャベツは最高です。あと大体こちらにソースと下に一味と胡椒の説明があるんですが、実は胡椒がちょっとラーメン胡椒じゃないんです。こちらです。はい、味変します。味変です。結構かけてもらって、こっち直接真っ白くなるぐらいかけてもらってもいけると思います。これぐらい。吸わないでください。胡椒は胡椒なんで。あなんか好みを食べられてこう独特感ってれいちゃんのまああちこち食べられてるじゃないですか、感じられますか？その分こう人件費というかかかるんじゃないですか。人件費率は多分お好み業界でうちが一番高いですそれと多店舗展開ができないです、この方法だと。
だからそこだけ。もう軒先でやってるおばちゃんがやってる店と一緒なんであ、それが6店舗ある思ってもらったらすごいわかりやすいです。はいそういう意味ですね。でもそこのおばちゃんはいっぺんに6枚ぐらい焼きますからね焼きます焼きます。おばあちゃんでも焼きますから。焼きます大変そうですよ。だから仕上げがちょっと悪かったりはい。鉄板が汚かったりしますよねおばちゃんまあしょうがないですけどね。その掃除まで行き届かない。行き届かないですもう大変ですから大変ですよね。一回終わるごとにこれだけきれいにしてたらねもうくたびれて死にますよおばあちゃんあと生地が結構うちはもっちりしてるんでこれは何か入れてるんですか。山芋とかそういうことですか。いや入ってないです入ってないの。まあ4時間以上寝かすとこうなるんですけどあそれとやっぱりしっかりやっぱり生地を作る時がポイントなんでしっかり攪拌もしないといけないですしっていうのが皿のする時折っちゃうんで生地が上に来るんですよあ、はい。で大半の店がそういう仕上げの方法をしないんでまあ生地って蒸れる上の蓋になってればいいっていうそういう感覚が多いんですねそうだと思いました。これはそうじゃないんでそうじゃないんです。はい蓋と同時に外側に来るいわゆる装飾物の一つになるんであその生地がしっかりしてないと仕上げられないんですよ実は破れたりまあ柔らかすぎるないあ、漏れないし。ありがとうございます他のお店さんよりはちょっとこう粘度が硬いというか緩くないですよね。はい。もっと水っぽいですよね他は。だから生地を作るのも特に口の中では私と社長と主任がやっぱり違うな次に今そういうふうになってるのと美味しいのはネギを作るあ、そうなんです。練れる人間ゴミしかいませんこれだけいるとなんかそこは簡単そうでこう若いスタッフの方がやってるのかと思ったらそうじゃないんですね。全然違うんです。話聞かないと分かんないです。もうね、本当変な練りになって一日中嫌になりますから。でも多分ね、ここで焼いてる男性メンバーみんな上手になると思うんですが、勤務時間の関係で朝からこれぐらいやっぱり、練習できる時間の回数ですよね。今いるメンバー全員ほとんど10時とか11時までおるメンバーですから。
朝すぐに気づかれしまう。そうですね。大変なことです。ガ兄弟。兄弟、はい。それを狙ってこれ今長崎県ですね。長崎県。これはまあ出国したんですけど、もうちょっと日本海側で八戸に近いんですけど、ちょっと身がしっかり分厚いです。あイメージかイカっぽいのはこっちの方がイカっぽい味があ。いや、はい。でも八戸と同じような富山、まあやっぱり日本海側なんでしょうね。八戸をぐるっと回って日本海行きましたから。倍量のでかいイカを切るんと違うんで、はい。やっぱり、このイカ自体やっぱり味がしっかりしてますね。あこれは美味しいですよ。あ。これだけ食べても美味しそうですもん。はい。見てるだけで。なぜ、まあ実は最初は当然ほとんどそこも多分国産だったはずなんですよ。はい。もう例えば3年ぐらい使ってたんですね。だからある年の秋ぐらいからなんかね、匂いが出だして、はい。何を見ても色もちょっと悪くなってきて、これはどうももうこのまま使うには忍びないってなって、じゃあちょっと国産が潰れて、初めて今もう5年ぐらいなんですよ、4年かな。まあ、1.5倍。2.5倍。もうその時はもう本当に辛かったですけど、でも全部添加はしてないんですよ。ただもうメニュー見ないとも分かる通り、エビよりイカの方が今高いんですから。メニューのあ、そうなんですね。不思議ですね。長崎県産のイカとエビのお好み、単品のお好みられたら、30円ぐらい高い。1160円と1130円。あイカが30円高い。不思議ですね。それ国産にしたから。その時に八戸、北海道、長崎、島根と当たって、はい。まあ八戸が一番まあ玉抜きでは美味しかったのと、美味しい北海道も美味しかったんですよ。これはねゲストから全部下処理せなきゃいけないので、朝の仕込みが大変。はい。
7番、28番うどん。です。お一人行きます。ですから、こういうことで、たくさん見借り換えた。国産とか、ね、外国産とかこう勝手なイメージで、ね、美味しいのって違ったりしますもんね。そうですね。で、まあ、固定概念というか。違ったんで、はい、14番センタースの使い、もう本当にもう、まあ、いかにも、いかがね、もうこの友のお中国。まあ、多分ひどいことしますよ。